最も衝撃を受けた激ヤバ作品でしたね。全く目が離せない作品ですね。毎度、ミキでーす。さて、今日の動画はこちら。1巻が発売されたばかりの新作漫画おすすめトップ5。タイトルの通りなんですけども、昨年11月と12月に単行本の1巻が初めて発売されたばかりの完全新作の漫画の中から、この漫画オタクのアイキーがおすすめする漫画を5つに絞ってご紹介したいと思います。トップ5とか言ってるんですけども、ランキングではなくてですね、あくまで僕は面白かったなと思う作品を5つ選出しているだけなので、作品の中の面白さの優劣があるわけではないので安心してみてください。それでですね、この11月、12月に発売されたその漫画の数を数えてみたんですけども、だいたい600、700種類ぐらいありました。もちろん全部読んでるわけではないんですけども、結構僕はたくさん読んでますので、その中から5つ選んでおります。どれを読んでいただいても一定以上の面白さのクオリティがあると自負しておりますので、ぜひ手に取っていただければ嬉しいと思います。では、早速ご紹介していきましょう。まず一つ目の作品はこちら。君と宇宙を歩くために、勉強もバイトも続かないヤンキーの小林。ある日彼のクラスに変わり者の宇野が転校してきます。小林が先輩から怪しいバイトに誘われているところを宇野に助けられ、その出来事をきっかけに二人は仲良くなります。宇野のことを知れば知るほど、彼の生き方に惹かれ、自分も変わろうと行動する小林。どうしていいかわからず諦めがちであった小林と、できないことは工夫して乗り越えようとしてきた宇野。正反対の二人がそれぞれ壁にぶつかりながらも楽しく生きるために奮闘する友情物語となっております。一見普通っぽい説明をしたんですけども、実はこのキャラクターの宇野くん、おそらく発達障害という設定なんですね。で、この同時に出てくる小林くんの方も、実はちょっとその気があるという風に物語上で描かれています。この宇野くんの行動と、その自分の特性に向き合ってしっかりと努力していく姿。その姿に小林くんは自分ができないことに対してただ逃げてきただけだったんだなーということを気づかされちゃうんですね。この気づきっていうのは、発達障害云々は関係なしに僕たちの身の回りにも普段起こっている出来事だと思うんですよね。日頃からなんか苦手だなとか思っていることを避けてしまいがちな時にですね、正直に向き合ってみると違った世界観が見えてくるかもしれないよっていうことを言われているみたいな気がして、すごく心にグッときた作品ですね。このまま彼らの生活を見守って読んでいきたいなと思える一冊です。では続きまして2つ目の作品はこちら。コスモス。他人の嘘が匂いでわかる主人公水森は、それゆえにドライに生きてきました。ある日出会った謎めいたクールな美少女、リンの語る、クラスメイトのアイザーが宇宙人であるという話が真実だと気づいてしまい、そこから彼女の所属する宇宙人専門の保険会社、コスモスと関わっていくことになるというお話です。まるで映画メンインブラックのような世界観の設定ですね。宇宙人ということもあり、派手なアクションで見せてくるような部分もあれば、込み入った事情がある宇宙人の心の向こう側を見せてくれるような、そんな心温まるようなお話もあります。この一つずつのストーリーの幅がすごく広くて、これから先も長く期待して読んでいけるような作品だなと思いました。それでは3つ目の作品行きましょう。3つ目の作品はこちら。宇宙人の隠し事。主人公であるクラス委員長は、ひょんなことからクラスメイトの変人、春に惚れてしまいます。意を決して告白したところ、なんと彼女の正体は地球に調査に来た宇宙人だったのです。それでも好きだと春と付き合い始めた主人公だったが、さらなる秘密を抱えることになってしまいます。誰にもバレることなく秘密を隠し通せるのか。これはそんな SF ファンタジーであり、ラブコメであり、そしてミステリーである一作です。この漫画はね、一言でこれっていうジャンルに絞れない内容だったんですよね。一見、ラブコメからスタートしての宇宙人が出てくる SF ファンタジーものになり、そしてその後秘密が出てくることによってミステリー作品へと変わっていく、そういった流れなんですよね。この先もね、この話の展開をどう持っていくのか、めちゃくちゃ気になる作品ですね。では、続きまして4作目行ってみましょう。4作目の作品はこちら。大怪獣ギャーチマ。海から突如出現した怪獣と共に起きた大波で港町は被災しました。活動を停止した怪獣は
海に溶け、魚介類の豊かな栄養素となり、その港町の経済を潤し、豊穣の神、ギャーチマと呼ばれるようになったんです。被災者である主人公の少女、ミヤコは、その出来事を形に残すべく、ギャーチマの人形を作り、土産物として販売し、人気を集めていました。しかし、復興した街に10年ぶりに怪獣が現れたことがきっかけで、世界はまた大きく変わっていきます。果たして怪獣は人類の敵なのか味方なのか、まるで特撮怪獣映画を見ているような感覚になる怪獣ヒューマンドラマな作品です。昨今の漫画業界ではですね、こういう怪獣をテーマに扱った作品が結構増えているんですけども、そんな中でもですね、ここまで怪獣特撮映画という雰囲気にこだわって作った漫画はないと思います。この怪獣そのもののデザインから、この怪獣と人間の距離感に至るまで、どこを見ても往年の怪獣特撮映画を思い出させるような設定を使って物語を進めていってますね。そんな特撮風の雰囲気がありつつも、しっかりとしたクオリティで高い次元で漫画が描かれてますので、この先もこの怪獣と街と主人公の少女とでどういった感じで話が進んでいくのかがめちゃくちゃ気になる作品でした。では最後の5作品目いってみましょう。5つ目の作品はこちら。アブノーマル。普通になりたい OL アブエイコ。29歳独身彼氏なし。その価値基準はもちろんそれが普通であるか否かである。普通に固執するあまり彼女を取り巻く人間関係が徐々にほころび始めます。普通とは何か、異常とは何か、人の倫理を問う旋律と衝撃の新感覚サイコサスペンスな作品です。これは最近見た作品の中でも最も衝撃を受けた激ヤバ作品でしたね。1ページ目からとにかくやばいです。まず冒頭なんですけども、この主人公アブエイコが飼っているお家の金魚が死んでしまうんですけど、その金魚をね、いきなり食べるシーンから漫画が始まります。食べていきなりお腹を下すんですけども、このね、主人公にとっては、死んだ魚は、魚で売ってる魚と一緒なんですよね。そういった価値観。どう考えても我々からしたら普通ではないんですけども、この主人公は何が普通かわからないので食べてみるという、だいぶずれたサイコっぽい感覚の持ち主なんですけども、だからゆえに何が普通かということにとにかくこだわっている。もう狂気じみたこだわりがあってですね、周りの人間もちょっとおかしいなと思ってるんですけども、そこがとてもね、怖いながらも面白いんですよね。サイコサスペンスという風にね、題しているんですけども、よくあるサイコものみたいに、たくさん人を殺しまくって殺人事件起きるというような、そういった展開ではないので、そこら辺がですね、よくあるサイコものとは違ってまた面白いなっていう風に思います。さあ、この主人公のアブさんがですね、この後どうなっていくのか、そして人とどういう関わり方をしていくのか、全く目が離せない作品ですね。さて皆さん、今日僕が紹介した漫画の中に読んだことがある作品はありましたでしょうか？他にも皆さんがね、こんな漫画が新しく出たんですけど面白いし気に入ってるよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で僕に教えてください。読んでみたいと思います。いやー、漫画って本当にいいもんですよね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。